こんにちは、ぶっちち DIY チャンネルです。前回の動画では、ビッペンが 200mm のキューブ型 PC ケースを段ボールの試作品を作ってデザインしました。概要欄にリンクを貼っておきますので、興味のある方はそちらもご覧ください。今回の動画では、小型キューブ型 PC ケースの実際の製作過程をご覧いただこうと思います。筐体は 3mm のアクリル板で作成し、接着またはネジで組み立てていきます。アクリル板に毛書きをして、アクリルカッターで溝を掘っていきます。厚さの半分ぐらいの深さの溝ができたら、溝を作業台の端に合わせて上から押すと、綺麗に割れます。次に、ヤスリで断面を整えます。アクリルカッターを使えない部分は、ノコギリで切断します。クリアのアクリル板の切断。サイドパネルに使用します。ドリルビットは木工用を使用しました。ジグソーを使って製品ユニットの穴を開けます。パネルの穴を開けます。グラフィックボードの穴を開けます。ケースファンの穴を開けます。電動ドリルを使ってパンチング加工をします。パネルのパンチング加工。余ったアルミアングルからボタンの部品を切り出します。部品はノコギリで切断します。アクリル板はアクリル溶剤で溶かすことで接合します。アクリル板を固定しておいてから接着剤を流し込んで接着します。
ジの取り付け部に、ネジの頭が出っ張っているので、ポリプロピレンのボードで作ったスペーサーを貼ってがたつかないようにします。加工したアクリル板です。これはボトムパネルです。ライザーケーブルを取り付けるためのネジが埋め込めるようにします。バックパネルです。電源ユニット、I/O パネル、グラフィックボードを取り付けます。フロントパネルです。ケースファン、パワースイッチ、USB、オーディオコネクタを取り付けます。トップパネルとパーティションパネルです。パーティションパネルはストレージとマザーボードを取り付けます。各パネルを接着して PC ケースを組み立てていきます。パネル同士が直角になるように調整しながら接着します。ボトムパネルにマザーボード取り付け用のステイを接着します。フロントパネルはマスキングテープで固定してから接着します。サイドパネル取り付け用のステイを接着します。アクリル板の接着が終了しました。サイドパネルを取り付けるために、厚さ 3mm のアルミフラットバーで、板ナットを作成します。切断したアルミフラットバーに穴を開けてネジ切りをします。板ナットをサイドパネル取り付け用ステイに両面テープで接着します。切り出したアクリル板を接着して、スイッチングユニットの台座を作成します。切り出したアクリル板とアルミ板を接着してボタンを作成します。部品を組み立ててスイッチングユニットを完成させます。スイッチングユニットを取り付けます。
USB、オーディオコネクタを取り付けます。これで、PC ケースが完成しました。これより、この PC ケースに、PC パーツを、取り付けていきます。はじめに、ストレージを取り付けます。ストレージは、2.5 インチが、2台取り付けることができます。上に HDD を取り付けて、下に SSD を取り付けます。CPU ファンを RGB 対応のファンに取り替えます。CPU ファンコネクタと RGB コネクタを接続します。中古で買ったマザーボードなので、I/O パネルが付属していませんでした。なので、ポリプロピレンのボードで自作して、両面テープで取り付けます。ライザーケーブルを取り付けます。グラフィックボードを取り付けます。グラフィックボードのブラケットをネジ止めするステを接着します。マザーボードを取り付けます。マザーボードにライザーケーブルを接続します。電源ユニットを取り付けます。ATX 電源ケーブルを
接続します。CPU 電源ケーブル。ストレージに SATA 電源ケーブルを接続します。電源ユニット側のコネクタに ATX 電源ケーブル、CPU 電源ケーブル、SATA 電源ケーブルを接続します。ケースファンは排気になるように取り付けます。CPU クーラーが邪魔で、マザーボードにフロントパネルのコネクタが接続できないので、CPU クーラーを一旦外します。フロントパネルの USB 2.0、オーディオ、パワースイッチ、パワー LED のケーブルをマザーボードのコネクタに接続します。CPU のグリスを塗り直して、CPU クーラーを元に戻します。CPU クーラーが傾かないように、交互に少しずつ締めていきます。SATA ケーブルを接続します。ストレージに SATA ケーブルを接続します。ケースの底にゴムシートを2センチ角にカットして、四隅に両面テープで貼り付けます。両側のサイドパネルをネジで固定したら完成です。完成しました。いかがだったでしょうか。ここまでは、小型キューブ型 PC ケースの実際の製作過程をご覧いただきました。超小型 PC ケースなので、エアーフローが気になるところですが、
使ってみた感じだと、14センチファンのおかげで、十分に換気されているようで、ベンチマークテストの結果では問題ありませんでした。もし、興味を持たれた方が、何かの参考になれば幸いです。最後までご視聴、ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録、お願いします。